皆さんこんにちは。今回紹介していくのは、第二次世界大戦時、ソ連で設計、考案された超重戦車です。出た、みんなが憧れる大きい戦車やな。この超重戦車、設計者により名前が付けられていたのですが、それは、なんと、戦車巡洋艦と呼ばれていました。あかんって、戦車と巡洋艦が一緒にしちゃいけない言葉や。一体、どのような兵器として設計されたのか、資料を一緒に見ていこうと思います。こちらです。ほんまや、軍艦みたいに前後に砲塔ついとるやん。あと、無限軌道の生きった角度もすごいな。この車両を設計、考案したのは、ソ連軍でエンジニアだったという、遅木名大佐と呼ばれる人物です。珍しく写真残っとるやん。このおっさん、一体、どのように運用を考えていたのか。またさらっとおっさんとか言うな。彼は、1942年7月27日、ソ連の装甲戦車総局局長宛てに、この設計案に合わせて、兵器の有効性を訴える手紙を送りました。それによると、私はドイツ軍との戦いで、最愛となる祖国を救いたいと思い、この戦車を考案しました。きっとあなたは私の戦車に興味を持ってくれるはずです。なんかみんなこんな感じの書き方やな。テンプレみたいなやつあったん。私はこのプロジェクトを進めるにあたって、装甲部隊の大佐や空軍の副司令官に報告を入れました。彼らはとても興味を持ってくれました。まあ、これ見て、アホな設計やんとも言いづらいからな。つきましては、私をモスクワに召喚していただき、説明する機会を与えていただけないでしょうか。これもう自信たっぷりや。採用されておかしない思っとるで。また彼は、私が提案する戦車巡洋艦の有効性と戦闘力は、共に確信しているものがあります。これ以上、戦車巡洋艦プロジェクトが遅れることは、好ましいものではありません。はよ開発せえ言っとるわけか。この設計には、すでに500時間以上かけました。私は、プロジェクトを真剣に考えています。ただ、過去の設計経験から、この案では、いくつか問題が出てくる可能性があります。しかしそれは、完璧に克服できることでしょう。ぜひ、上記の連絡先に電報でお知らせください。というものでした。この長い文章から、設計者の思いが感じられるな。これ全体の3分の1くらいしか紹介していないよ。戦車の手紙の内容も無駄に長いやん。では、気になる戦車のスペックを見ていこうかな。ゆるふわ軍事チャンネル。まず、この戦車巡洋艦は、全長が 21.4 メートルもありました。さらに、全幅は 9.7 メートル、高さは 4.3 メートルです。戦車で20メートル超えはすごいな。大型観光バスと比較して、全長は 1.8 倍、幅は 3.8 倍、高さも 1.1 倍ほどあるね。でかすぎやん。普通の戦車工場でどうやって作るん？兵装は、車両中心部に 152mm 砲を2門、複数箇所に 76mm 砲を5門、さらに 23mm 対空機銃、12.7mm 機銃を3丁、7.62mm を14丁、もりもり搭載していました。大砲とかは、戦車で使われてるものをそのまま持ってきたような感じか。そしてこちらが、それぞれの攻撃可能範囲になります。これはすごい。全方向に死角がない。そうやけど、後ろ向きの砲塔とかいつ使うん？というか、ぶっちゃけ後ろ半分いらん感じやん。あかねちゃんが軽くディスったところで、防御面はどうなのか。遅木名大佐によると、装甲は40から 125mm ありました。具体的には、砲塔正面など攻撃にさらされやすい箇所は 125mm と厚く、側面は50から 100mm、砲塔上部や車両の底では50から 80mm となっていました。このスペックで気になる重量は、驚異の270トン。あれ、前に実況プレイしたマウスの重量って何トン？約188トンね。こっちの方が80トン近く軽いんか。明らかに無理がある戦車巡洋艦を動かすエンジンは何を搭載するのか。
遅きな大佐によると、M40 という航空機用1500馬力級エンジンを2機搭載することで、合計3000馬力級となり、最高速度は時速36から 40km としていました。まあ、これまで紹介された意味不明な戦車に比べると、おとなしい感じやな。そして、乗員は30から50人でした。めっちゃ多いやん。もう大型観光バスやん。この戦車巡洋艦は、様々な敵の攻撃にさらされることが予想されました。例えば、危険な毒ガス攻撃に対応するため、車両内部の各乗員スペースには、圧縮空気のボンベを搭載するとしていました。ほう。でもちょっと質問あるんやけど、これ別々の戦車に分けて、個々に運用すればええんちゃう？男の子はみんな合体させて使いたいの？ロボットとかのアニメでも無駄に合体して巨大化するでしょ？それただのロマン仕様やん。またディスられたロマン戦車、設計した本人はどのように運用すると説明していたのでしょうか。遅きな大佐によると、まずドイツが運用しているありとあらゆる戦車、自走砲など対戦車兵器、また、要塞などの軍事施設に対し、破壊活動が可能になると説明していました。そして彼は、ソ連軍の先頭に立ち、ベルリンやローマで抑圧された人々を解放するために、これを運用する、という目標も語っています。まあ、後ろでポンポン撃っててもしゃあないからな。その攻撃力と防御力で最前線で戦ってもらわな。頑張れば実現可能とも考えられるこの戦車。一方、当局はどう判断したのか。装甲戦車総局は、もちろん不採用を言い渡しました。まあそうなるわな。気になるのはその理由や。残念ながら、なぜ不採用となったのか、詳しい理由は定かではありません。当時、それ以外でも、多くの設計者らは、同じような重戦車を超える戦車、例えば、ドイツが配備した有名なマウスのような超重戦車が登場することは、遅かれ早かれ誰もが予見していたと言います。実際、ソ連でもこんな設計した人がおるくらいやからな。まだ紹介できていませんが、ソ連でもこの手の超大型兵器の設計や概念案というのは、実はかなり多く出されていたのも事実です。その上で、このような大型戦車を設計する人の多くが、超重戦車がこの第二次世界大戦を決定づける地上の支配者になるだろう、と、嘘か本当かわからないものの予想をしていたと言います。でも現実は違ったと。私たちが知る第二次世界大戦の結果を見てもわかるように、残念ながらドイツで開発された超重戦車が戦況に与えた影響というのはほぼなく、ソ連側は超重戦車を持っていないにもかかわらず勝者となっています。それとあれやな、この時代になると爆撃機とかあるやん。仮に戦車で撃破されなくても、爆撃機の格好のターゲットになるとかもありそうや。そうね。巨大すぎる車体は、上空の急降下爆撃機から発見されやすい可能性も高く、空からの攻撃にもさらされやすいという致命的な欠点はあったのかもしれません。それと、最大の問題はこの車体サイズかな。そうや、これだけ大きいと橋とかも通れへん。橋どころか、普通の道も通れるようなサイズじゃないからね。結局のところ、高コストで巨大な戦車に頼るのではなく、無難なサイズの戦車で運用した方がええと。結論としては、そういうことになると思います。きっと、ソ連当局も同じような判断をしていたんじゃないかな。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。